よいよ今日が本読み。出演者で台本を読み合わせて監督や演出家と演技の方向性をすり合わせるのよね。今まで出演したドラマだとここまで本格的にやることがなかったからちょっと緊張するけど、どんな仕事もまずは明るい笑顔からよね。おはようございます。本日はよろしくお願いします。ああ、桃井さん、おはようございます。おはようございます。お荷物こちらの机へどうぞ。ありがとうございます。この前の衣装合わせで主なスタッフさんとは顔を合わせたけど、やっぱり明るくて雰囲気のいい現場ね。バラエティなんかでも現場の空気が悪いとお互いに信頼関係が作れなくて結果的に作品の質が落ちたりするけど、きっと全員のプロ意識が高いんだわ。私もちゃんと答えられるようにしないと。おはようございます。おはようございます、真央さん。前の現場以来ですね。今回もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あれって夏希役の俳優さんよね。確か名前は佐原真央さん。佐原さんは私と同い年だけど昔から子役として活動してるし、はるかに大ベテランだわ。衣装合わせの時はスケジュールの都合で会えなかったけど、今なら挨拶できそうね。おはようございます。みちる役の桃井愛理と言います。夏希役の佐原真央です。桃井さんのこと前に街頭スクリーンで見かけました。確かルミナグランプリに出てらっしゃるんですよね。はい、覚えていてもらえて嬉しいです。演技の経験が浅くてご迷惑をおかけすることもあるかと思うんですが、精一杯頑張るのでどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。佐原さんは雑誌やテレビでも実力派俳優として名前が上がるプロ。胸を借りるつもりで頑張らなくちゃ。それでは全員揃ったので本読み始めていきます。よろしくお願いします。本読みは今回が初めての方もいると思うので軽く説明しておくと、この場では演出だったり細かい設定なんかをみんなですり合わせていきます。なので、何か疑問があったら遠慮なく質問してください。演出面の提案なんかも大歓迎です。台本と原作の漫画を読み込んで今日まで役作りしてきた。みちるの気持ちも全部共感できるわけじゃないけど、自分なりに落とし込めたと思う。それに役作りの方法？仕事に関することだから詳しくは説明できないんだけど、気が弱くて自分の思ってることをうまく言えない、そんな女の子を演じられるようになりたいの。私が知ってる限りだと演技については2人が一番詳しそうだと思って。なるほど、そういうことだったんですね。いい目の付けどころだ、桃井愛理。自分とタイプの違う役柄を演じるために俺も苦しんだことがあるからな。それなりに身のあるアドバイスができるはずだ。私も参考になりそうな作品とか俳優さんの演技にいくつか心当たりがあるので後で送りますね。助かるわ。2人ともありがとう。天馬くんと草薙さんからもらったアドバイスでみちるらしい振る舞いも少しずつ分かってきた。あとは監督たちや他の俳優さんの意見を聞いて
自分のものにしていかなくちゃ。じゃあ、まずは頭の夏希のセリフからいきましょうか。はあ、なんであんな家に帰らなきゃいけないんだろう。どうせ誰も私のことなんか見てないくせに、ほんとつまんない。すごい。椅子に座ったままセリフを読んでるだけなのに、ちゃんと夏希に見える。それに今、夏希がどんな気持ちでいるのかが伝わってきて。夏希、今帰り？今からみんなでカラオケ行くけど、どう？行こっかな。メンバー誰？やった。メンバーは、ゆっこと、リサと、あと、みちるちゃんじゃん。うちらと一緒に行く？カラオケ？私は。やめなよ。喋るだけでこんななのに歌えるわけないじゃん。それもそっか。全体的にいい感じですね。夏希に関しては、今の温度感そのままで、もう少しイライラをにじませてもらえると良さそうです。わかりました。あと、みちるについては、演技の方向性自体は合ってます。ただ、全体的にまだ強いかなと。強い。そうですね。真の強さが滲んでるっていうか、序盤はみちるのキャラ性を印象づけたいので、もっと弱々しい感じで演じてもらえるといいかなと。今のでも、かなり弱々しさを意識したつもりだったけど。わかりました。やってみます。何これ。私今金ないんだけど。このコーヒーとクッキーはサービスです。あなたは僕好みの謎を提供してくれそうなので。はあ？謎？サハラさん、やっぱりすごく上手だわ。ちょっとした声のトーンだったり、表情の作り方も自然で。ごめんね、夏希ちゃん。私いつも何もできなくて。さっきよりだいぶ良くなったと思います。けど、まだ演技の奥に桃井さんが透けて見えるっていうか、桃井愛理の演じるみちるになってしまっているかなと。桃井愛理の演じるみちる。すみません、もう一度いらせてください。それ今やる必要ある？改善点は分かったんだから先に進ませてくれない？ここは演技の学校じゃないんだからさ。はい、すみません。それでは次のシーンに行きますね。お疲れ様でした。お先に失礼します。結局最後まで圧倒されっぱなしだったわ。分かってたことではあるけど、他の俳優さんの演技も私とは比べ物にならない。でも、落ち込んでる場合じゃないわ。本番までになんとか巻き返さなきゃ。そこまで肩肘張らなくていいと思いますよ。すみません。帰りがけにたまたま聞こえたので。サハラさん。私、似たような人をたくさん見てきたんです。皆さん気合を入れるほど空回っちゃって。それに、みんながっかりしたりはしないと思います。アイドルがいきなり
他の役者と同じように演技できるなんて思う方がおかしいので。それじゃ、お疲れ様でした。何よ、あれ。